こんにちは、あごひげバイクチャンネルです。今日はですね、夏用グローブということで、私が今まで使ってきた夏用のグローブ3つですね、ご紹介したいと思います。なんでね、この動画出そうかなと思ったかというと、実は最近新しい夏用グローブを買いまして、今までその2種類ね、夏用のグローブ使ってたんですけど、さらに1個追加して、3つともね、それぞれいい点悪い点っていうのがあって、あとは似合うバイクもね、それぞれ違うんじゃないかなということで、3つなんですけど、それぞれご紹介していきたいなと思います。いよいよ梅雨が明けてね、夏本番になってきますけど、夏用手袋ね、これから新しく買おうかなと思う方もいらっしゃると思うので、そういった方の参考になればいいかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。はい、ということで、まず最初1つ目がこちらですね。5のグローブになります。このグローブバイク買った時からずっと使ってるんで、動画でもね何回かご紹介してるんですけど、実は今もう廃盤に多分なっていて、ちょっとカタログ探したんですけどね、見つからなくて、で一番近いモデルでいくとそのグローブレボっていうものが近いのかなと思います。で値段がだいたい6000円ちょいぐらいですね。特徴としては、見ていただくと分かるんですけど、デザイン入ってますけどかなりシンプルなグローブになっていて、素材は化繊ですね、ポリエステルだったと思います。で内側は合成比較かな、滑りにくいような素材になってます。プロテクターは手の甲のナックルガードと、あと手のひらにパームスライダーがついてます。あんまりごちゃごちゃしてないので、かなり軽いつけ心地のグローブですね。で多分ね、バリバリ夏用っていうわけではないんですけど、その素材の関係でね、かなり風通しがいいんですよ。なので今気温20度ぐらい、20ちょいぐらいなんですけど、ちょっとねそれぐらいの気温だと寒いかなっていうぐらいの風通しの良さですね。非常に風通しがいいで軽いですね。なので握り心地というか、ハンドル握った感じもかなり抵抗感なくグッと手を握れる感じにはなってますね。つけ心地というか、フィット感なんですけど、今回ご紹介するグローブ全て L サイズなんですが、これに関しては若干ゆとりがあるかなと、買った当初から多少指にゆとりがあるかなって感じですかね。私手はそんなむちゃくちゃでかいっていうわけではないので、標準的な大きさかなとは思うんですけど、ブカブカってほどではないけど、ゆとりあるなっていう感じのグローブですね。それが余計に風を通り抜けさせる感じがあるんですよね。分かりにくいんですけど、一応スマホタッチ対応です。操作感はねそんなに良くはないかなって感じがしますね。もう3年近くになるのでね、表面がちょっとなんていう閉じてきてるというか、痛みが出てきてるんですけど、まだまだ現役で全然使えるレベルで、値段もねそんなにバカ高くないので、またちょっとね痛みが激しくなったら買い替えようかなというぐらいの手軽に使えるグローブですね。はい、1つ目が5の、グローブでした。続いて2つ目ですね。2つ目がこちらです。串谷のレイブンメッシュグローブですね。これはね、レベル乗ってた頃に、もともと串谷のそのレイブングローブっていうのを使ってて、つけ心地がいいなっていうので、夏用のメッシュグローブも買ったんですよね。値段がね、確か12000円前後だったと思いますね。作りとしては、革のグローブになっていて、全体にパンチングレザーが使われていて、手の甲だけじゃなくて、手のひら側もですね、パンチングレザーではないんですけど、穴の加工が開いていて、通気性が良くなっていると。プロテクターは結構充実していて、手の甲のナックルガード、あとパームスライダーの他に小指の方も少し皮が重ねてあって強化されているっていうのと、あと指のね関節部分にもね少しクッション性があるんですよね。なので、今回紹介する3つの中では一番プロテクト性能が高いグローブかなと思います。でフィット感なんですけど、一番タイトめですね。きついとまではいかないんだけど、指にピタッとくる感じがする。串谷日本のブランドなので、結構日本人のね手の形とかをちゃんと考えて作られてるのかなっていう気はしますね。手にねぴったりと吸い付くような付け心地なので、
バイクの操作がね、非常にやりやすいですね。なんで、ボンネビルとかはそんなにシビアな感じはしないですけど、市場でこう、スポーツ系のバイク乗るときなんかは、このグローブだとね、こう、なんかレスポンス、アクセルのレスポンスを感じやすいというか、そういう点がありますよね。一方ね、パンチングレザーとはいえ、そこまで、風を通すかっていうと、そうではないので、一枚革でライナーとかもついてないんでね、いわゆる普通のグローブ、夏用じゃないグローブに比べれば、涼しさはあるんですけど、河川のグローブだったり、あとはメッシュグローブのようにね、こう、風がスースーすり抜けていくっていう感触はないですね。このグローブに関しては、ちょっと使用頻度は減っていて、試乗するときとかね、予備で持つような感じになってます。はい。というわけで、2つ目が、串谷の、レイブンメッシュグローブでした。はい。では、最後3つ目ですね。3つ目がこちらです。フュールモーターサイクルスのロデオグローブですね。これね、最近買ったやつなんですけど、もうデザインに一目惚れですよね。一番最初に紹介した、5のグローブがちょっとね、ほつれてきてるところもあったので、次の候補にと思って、夏用のグローブを探しててね、冬用のグローブで、同じメーカーで同じ型番のやつ、それのね、冬用タイプ、緑色のやつですね、をずっと使ってて、つけ心地いいなっていうのと、見た目がね、とにかく最高にかっこいいので、じゃあこれの、夏用のやつ買うかっていうことで買ったんですよね。で、値段が、13,000円ぐらいでしたかね。特徴としては、串谷と同じでね、革のグローブになるんですけど、串谷よりもかなり作りはシンプルになっていて、手の甲側はパンチングレザーになっていて、手のひら側は多少補強のステッチ入ったりしてますけど、一枚側でこうペランと、できているって感じですかね。海外製っていうこともあって、結構作りが荒いというかね、買ったばっかりなのになんかボールペンで印ついてんなみたいのもあったりして、そういうの気になる方は海外製のグローブはあんま買わない方がいいかなと思うんですけど、プロテクターは手の甲のナックルガードだけですね。これはパームスライダーは一応革で補強されてるぐらいですかね。スライダーらしいスライダーはついてなくて、かなり作りはシンプルになってます。で、当然のようにスマホタッチ対応ではないですね。なんで実用性っていう面では先に紹介した2つよりも劣るんですけど、かなりねデザインがいいっていうのと、あとなんだろう、こういうね、クラシックスタイルのグローブで、プロテクターがついてるやつってね、こうあんまりないなって思ってて、その中で、これはね、プロテクターついてて、で、使い勝手も良さそうだなっていうので、購入を決めたんですよね。でね、フィット感は、結構緩めというか、指はかなりゆとりがありますね。つけてて全然窮屈感はないっていうのと、冬用のやつだとこう指がね詰まる感じはあったんですけど、これは全然そういうこともないですね。多分ライナーがついてないっていうせいもあるのかもしれないけど。で、風通しの面でいくと、パンチングレザーなんでね、そこそこかなって思ってたんですけど、これね、串谷のパンチングレザーよりは、多分こう指にね、ゆとりがある分、風通しが結構、風がね、抜けていく感じがするんですよね、ちゃんと。なんで、涼しさの面でいくと、串谷よりも上かなっていう感じはしますね。今年買ったばっかりなんで、まだ、皮がね、少し硬いかなっていう分はあるんですけど、とにかく雰囲気抜群なんでね、これから長く使っていけるグローブかなと思ってます。はい。というわけで、夏用のグローブ3種類、ご紹介しました。それぞれね、カフェレーサー、ネイキッドスタイルに合うグローブ、スポーツタイプに合うグローブ、あとは、クラシックタイプのね、バイクに合うグローブって感じで、それぞれ違うタイプをね、ご紹介できたかなと思います。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。またチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。